それではフードの構造について説明していきます。まずは蓋を外して内部から見ていきます。フードの壁はプラスチック段ボール製です。このように少し分厚めのプラスチック段ボールにカッターで切り込みを入れて折り曲げて箱状にしています。こちらが気流が吐き出される送風機側です。こちらが気流が吸い込まれる整流部側です。送風機、整流部の順番で見ていきます。送風機としては DC ファンを使用しています。コントローラーのつまみを回すと回転数を制御できます。吸い込み側にはアルミ製のパンチングプレートを取り付けています。これは断面での風速分布を均一にすることが一つ目の目的で、ファンの旋回成分を低減させることが二つ目の目的です。DC ファンとパンチングプレートはこのようにネジとナットで固定されており、少し隙間を空けています。周りにつけているのはスポンジシートです。このようにホッチキスを使って簡易的に固定しています。次に整流部について説明します。複数の細長いルールを通過することにより気流の乱れが低減します。また、風洞断面内での平均流速分布の一様性も向上します。このように小さく切ったプラスチック段ボールを何枚も重ねて、最後にテープで巻いて固定しています。プラスチック段ボールを切る際にハサミを使うと、このようにバリが残ってしまいます。ですので、整流部のプラスチック段ボールを切る際には、できるだけカッターを使って丁寧に切ってください。続いて、フードを開いて他の部分について見ていきます。この覗き窓は薄いアクリル板に反射防止フィルムを貼っています。上部と下部をセロテープで固定しています。覗き窓の正面の壁に光が当たって散乱すると可視化のコントラストが悪化するので、このようなマットな質感のテープを貼っています。フードの固定にはこのようなマジックテープを使っており、両面テープで貼り付けています。フード上部の内蓋にはこのような少し厚めのアクリル板を使っています。両サイドにアクリルの三角柱を接着して、フードからずれ落ちないようにしています。次に照明パネルについて説明します。照明には LED テープを3列使用しています。1本のコードを3つに分岐させて、それぞれの LED テープとハンダ付けしています。LED テープはパネルの奥側に寄せています。先ほどのアクリル三角柱を使って斜め45度の角度で奥側から手前に向かって照らすように固定しています。また遮光板をつけて覗き窓正面の壁が LED に照らされないようにしています。この遮光板もプラスチック段ボール製で両面テープで LED テープと固定されています。では実際に LED を光らせてみます。LED の制御には市販の PWM 制御ユニットを使っています。前面には調整用のつまみがついています。回すとデューティー比が変化し LED の明るさも変化します。一度押し込んでからつまみを回すと、このように信号の周波数も変えることができます。このスイッチを切り替えると、つまみを回しても LED の明るさが変化しなくなります。その代わり、背面にあるもう一つの PWM 制御ユニットで LED の明るさがコントロールできるようになります。
こちらの PWM 制御ユニットはデューティー比のみを変化させることができます。周波数は 20kHz の高周波に固定されているので連続光に見えます。回路全体の構成ですが、主電源から供給された電圧は背面の PWM 制御機を通って LED に供給されるか、もしくは前面の PWM 制御機を通って LED に供給されるかをこの前面のスイッチで切り替えれる仕組みになっています。ただし前面の制御ユニットでは電力が不足するので MOSFET 回路を介して LED につないでいます。では実際にフードの中に試験体を入れて可視化をしていきたいと思います。フードの中に試験体を入れる際には、このように気流を乱さないような形状の台の上に置くと綺麗な可視化ができるようになります。今回はこちらのミニカー周りの流れを可視化していきます。それと同時にこのような細いアクリル円柱周りの流れも可視化したいと思います。円柱を風洞に固定するのに扉などで使うこのような受け座を使います。受け座に穴を開けて円柱を差し込んでいます。このようにマグネットとくっつきます。風洞の壁を挟むようにマグネットで固定すると、風洞の外から円柱の位置を自由に動かせます。次に可視化のトレーサーについて説明します。この風洞では超音波式のミストメーカーから発生した水ミストをトレーサーとして使用しています。水なので匂いや汚れを気にせず、ほぼどのような場所でも使うことができます。このように整理部の近くに吹き出し口を持ってきてファンを回すと水ミストが風洞に吸い込まれていきます。ただし今の状況では吹き出し口が太く、また吹き出し口周辺の気流が乱れているので綺麗な可視化はできません。水ミストを風洞内に導入するためにこのようなブックエンドを2つ使用します。厚みが薄い金属製のブックエンドを採用しています。このように2つのブックエンドを斜めに重ねて、ブックエンドの間に少し隙間が空くようにして整理部の手前に設置します。このやり方により縦一列に並んだ綺麗な流脈線が作れます。今、風洞を横から見ています。照明は連続発光モードです。風洞内部に安定した流脈線が現れており、ミニカー周りの流れがはっきりと観察できます。一方で円柱から発生するカルマ渦は確認できません。照明をストロボモードに切り替えます。照明を切り替えると、先ほどまでは見えなかった渦構造らしきものが見えるようになってきました。しかしまだはっきりとカルマ渦を観察することはできません。これはカルマ渦の発生周波数とストロボの周波数が一致していないためです。ストロボの周期を調整します。ほぼ止まったカルマ渦が確認できるようになりました。このファン回転数ではカルマ渦の発生周波数が 93Hz であることがわかります。円柱の直径とこの周波数から気流の速度を計算することもできます。次に円柱の高さを少し下げてみます。ミニカーと干渉してカルマ渦が変形している様子が確認できます。以上で風洞の構造と使い方の説明を終わります。